はい、始まりました。今回の動画なんですけども、機械兵団の進軍の、フルスポイラーが公開されまして、はい。今回はトーク会になるんですけども、はい。各逃走者を見てただ語っていくという回になります。はい。はい。これ気が楽でいいです。気が楽で気楽にいきましょう。適当に言ってるだけなんで。適当に言ってあんまり当てにならないんで。全然調べてもないですから。ただ感想のほとんどなのかなって言うだけなんで、気楽に聞いてくださいということで。はい。まずフルスポ見ますと、はい。単色のカードまずありません。驚きなんだけどね。はい。両面カードしか単色のカードはないので。なるほど。多色から見ていただくと。白、青、黒、赤、緑っていう枠はもう無視していいと。新規参入の方はもう多色から見てください。海外はもうね、単色なんかやってる人いないんでしょうね。単色のやつらもね、後で紹介することになるけど、両面だけど、裏はau 単っていうね。どうなってんですかね。どうすんだあれみたいな。まず多色からいきますか。はい、多色の一番上に来てるのがこのバラルとカーリデブという、はい、僕が今一番注目してるカードですね。カードなんですけども、このカードはあえて説明しません。はい。動画上げましたんでそちらを見たらご参照ください。はい。でその次から話が始まります。はい。まず腹音鳴らしとフブルスプ。はい。こいつはティムールの6号で場に出るか攻撃するたびカードを引いて望む枚数の土地カードを捨ててもよいと。でそれによりあなたが1枚以上のカードを捨てたとき1対2ってあげてその2倍の点数のダメージを与える。はい。2マナでライブラリの上から3番目、そんなことしないでしょというこれをね、ましてやね。これね、はい、どうするんだ、この能力逃走者に指定したら絶対使わないですよね。そうですよね。はい。まあでも逃走者なんですよね。そうなんだ。いわゆるまず皆さんやられる前にまずフルスポ見る前に一番気をつけてほしいのは食物連鎖かどうかっていうのを確認していただいて、はい、もう毎回こいつ食物連鎖いけるかって毎回思うというこいつ無限ブリンクいけるかって毎回思うんで、こいつ食物連鎖すると無限マナから無限キャストで、全部ライブラリ引いて勝てますよと。そうですね。はい。一応無限ブリンクでも勝てるという。でしかも一応こいつちゃんと出た時にも仕事するし、なんなら攻撃しに行っても仕事するし、はい、その時に捨て札捨ててシステムクリーチャー除去までできると。そうです。ワンチャン強いんじゃないかっていう結構いいですよね。僕いけると思ってたんでこいつ今回の中ではだからこれ隣のバラルとカーリゼブと同じぐらいちょっと需要があると言いますか、海外アメリカとかだとティムール結構人気のようなんで。そうなんだ。はい。結構いいんじゃない。空想の海外ではティムール人気なんで。なるほどね。次に行きます。はい。次はデジェルかな。デジェルとハズレと、はい、ボロス5マナで、はい、合ってます？ 5 マナ、6マナ ?5 マナ。5マナで54です。はい。で手札にあるカードは1枚以下である限り警戒と速攻。なるほど、警戒と速攻。手札1枚以下。逆に言うと1枚以下じゃないと速攻持ってないっていうところがだいぶ問題あるんだよ。やばいなこいつ。一応ハズレトなんでね。なるほどね、ハズレトなんでね。でも破壊不能がないっていうね。デジェルなんでっていう。攻撃するとライブラリーの一番上にあるカードを6枚見て、はいはい、その中から伝説のクリーチャー、1枚通用してそれを踏み倒して唱えると、はい、僕これ見たとき、あれに何でしたっけジョダに入るんじゃないかなと思ったんですけど、いやちょっとジョダには入らんだろう。5マナの続賞、弱いでしょ。こいつ別にしかも続賞、さらに続賞できましたよ。いやそうだけど5マナのクリーチャー出してさらにその後5マナのクリーチャー出して勝ちにもいけないでダメだろみたいなさその話は置いといて、はい、こいつどうすかって話ね。こいつどうすか、はい、こいつどうすかって面白いかもしれんけど、はい、要は1体踏み倒して出すだけだから、効果としては、
ファッティ入れるしかなくなっちゃうじゃないですか。なるほどね。ファッティ入れる感じなんですかね。確かに確かに。ね。多分そう。伝説のファッティじゃないといけない。伝説のファッティだから。エグラシとかだと捉えてないから。捉えてる。オレリアとか。捉えてるからいいのか。捉えてる。オレリアとか。オレリア。オレリアとか。オレリアって追加セントするやつ。そう。ああいうの出すことになるのよ、どう考えたって。なるほど。でもランダムなのよ。ライブラリの中だから、クソ重い伝説のクリーチャーが詰まっちゃうっていうね。2倍が2倍して2倍、半分になるってやついるじゃないですか。そうね。ギセラ。あいつとかも入りますよね。入る、全然入る。でもそういうデッキになっちゃうと思う。なるほど。で、追加コンバットするようなカードいっぱい入れることになると思う。確かに。面白いと思うけど。楽しそうですよね。楽しそうだけど、7になっちゃう。まあ、楽しく遊べますよと。だから上の方なんだと。そうですね。はい。この次は、ドラーナとリンバーラ、オルドフの4マナで3、4飛行警戒。スタッツ結構高いですね。で、対戦相手がコントロールしているクリーチャーの起動型能力起動できないと。これリンバーラです。はい。なるほど。で、対戦相手がコントロールし全てのクリーチャーの全ての起動型能力を持つと。好きな色が出せると。なんすかそれ。下の効果はどこから出てきたのかわからないんだけど、持ってますよと。これいけるんですか？どうするかって言われるとね。どうするんですか？これどうするんですか？ちょっと盗撮者としてどうしたらいいのかはよくわからない。じゃあわかんないってことですか？普通に強いよ、書いてあることは。リンバーラだから。よくわかんないですね。よくわかんない。下の効果どう使ったらいいのかはよくわかんない。わかんないやつっていうのは可能性がある。確かに。なんか調べたらチンコンボが発見されるかもしれない。はい。こいつはちょっとわかんないということです。次こちらになりました。オールドフじゃない、間違えた。アトレウス。はい。3マナでエランタとジアーダ。はい。誰やって思ってるでしょ。誰ですか23の飛行瞬速。トップを見てよくて、トップから飛行瞬速唱えられると。はい。どうするんですかこれ。これも謎なんですけど、正直。じゃあ、謎なんですが、だから構築の違いはちょっと一応こんなカードは今までないんで。5、6だったら、さっきのもあれですけど、ワンチャンなんか楽しそうっちゃ楽しそうっすよね。これあれだよ、なんだっけ、カルトハイムの、フクロウいるじゃないですか。手札以外から唱えたら、ワンドローめっちゃ相性良くないですかみたいなね。あいつ飛行だし、みたいな。確かに。とかね。なるほどね。そんな感じですかね。次、セズニア。何マナですかこれ。7マナ。7マナ。でかいな。でかいよ、そりゃ。ガルタとマープル。だってガルタなんだから、みたいな。12トランプル。でかいに決まってるだろう、みたいなね。コンバットするたび、これあなたがコンバットするたびというね。まさかの、こいつ自身じゃなくてもいけるという。なるほどね。気づかなかった気づかなかった。本当だわ。気づかなかったですか？本当だわ。こいつがアタックじゃねえんだ。そうなんですよ。僕気づいたんですよ、これ。なるほどね。で、トランプルを持つ XX の恐竜を攻撃中状態で出る。それがパー、これでない攻撃クリーチャーのパーの中の最大数なんで、これ12のが出ますよね。いや、これでない。これでない？これでないか。じゃあ、これでない。12、12は出せない。だから、その前に出てきてるファッティからのサイズになる。もしくは、ハンコンを持つ白の11の吸血鬼クリーチャートークン、X 体を生成する。基本的に下のモードの方が強いのよ。X はこれで攻撃クリーチャーの数一緒。だからトークンのいっぱい出すってことですよね。そう。だから6ぐらいのパワーのやつが殴ったら、6体吸血鬼トークン出てくる。なるほど、なるほど。か、66が出てくるかなんだけど、まあ、普通に考えたら6体の方が強いだろうみたいなさ。ミドショーなんで横並びしていった方がトークン戦術取るんだったらと。そう。ただこいつ7マナな上にね、これほぼ、パイオニアとかで、ソリンから、踏み倒してくれって書いてある。なるほどね。ソリンから踏み倒してくれと。そういうことか。状態でちょっと面白いかもしれんけど、ちょっと重すぎる。これも5、6の楽しくやろうって感じですかね。そうですね。そうですよね。で、次は、ミドクロ。捕食の5マナ、捕食の伝令グリッサ35。戦闘の開始時に1個選ぶと。培養2を2回。で、
バイオ機を全部変身させる。クリーチャーにすると全部。はい。で、全てのファイレクシャンは先生と接触を得る。必ず通ると。どうなんですかね。これよくわからん。よくわからないですね。よくわからんやつなんだけど、書いてあることだけ素直に読むと、はい、とりあえず攻撃通して培養してくださいよと。そうですね。で、培養したやつはいつでも要はクリーチャーにできるんで。できますよね。通しさえすれば、マナコスト払わずに。で、どうしても通らんなーっていう時は下のモード使ってくれと。先生接近したら通るでしょっていう。なるほど。っていうことだと思うんですけど、ちょっとどっちかというと構築級っぽいっていうね。託しましょう、これは誰かに。わかりませんということで。次は秀次と海里。まず漢字間違えとるっていうね、これ。漢字違うんですよね。この何でしたっけ、青黒の5マナ、54飛行。戦場に出た時カード3枚引く、その後2枚戻る。ブレストする。出たらブレスト。死亡したら、対戦相手1人を対象としてライブラリの上のカード追放して、それをカードのマナコスト分ライフを失う、で唱えてよい。原産と総裁だったら唱えてよい。支払うことなくね。どうですかこれ。これどうしたらいいんでしょうね。一応出た時ってことなんで、無限ブリンクで勝てますけど、そんなことできますか？無限ブリンクでも勝てるっていうのはもちろんあるんだが、青黒で無限ブリンクってありましたっけ？ないんじゃねえかな。記憶にないんですよね。なんかあんのかな。とりあえずパッと思いつくのはないです。そうですね。有名なコンボはないですね。パッと思いつくところの使い道としては、こいつコピーすると。はい、コピーする。はい。出た時の効果も死亡した時の効果も誘発するっていう。なるほど。確かに。なるほどね。それ面白いですね。確かに。勝ち割りだったら全然ね、楽しそうですよね。なぜか知らないけど、伝説ルールでコピーが死ぬんで。それが2回ですからね。なるほどね。それ。いいっすね。そんぐらいですかね。はい。5、6で、次、インガとエシカ。はい。これは、シミックの4マナで、やってるか。44で、自分のクリーチャーは全部マナクリになる。警戒になってマナクリになると。ただし、それはクリーチャー呪文にしか使えない。クリーチャー呪文にしか使えない。はい。で、クリーチャー呪文を唱えるとき、そのクリーチャーからマナクリから、上のとでもいいですけど、3点以上支払えた場合はカード1枚引くと。これどうですかね。なんかワンチャンありそうな気がするわね。これ僕実は気になってて、これミドクロじゃないですか。青緑ね。青緑じゃないですか。いっぱいマークに並べてて、例えばドローしたりできるじゃないですか。いっぱいマーク出るじゃないですか。でかいパッティを叩きつける。でもね、ドロー効果誘発のだってでも3点以上だよ。そう出ますよ。だって普通にマナクリでいいわけですから。そうだけど、マナクリでいいから3点以上払えば、そこからクリーチャー当てるよっていうのは例えばコグラとかいるじゃないですか。6万コグラ出すじゃないですか。で6万払ってるから分かんないですけど、殴るじゃないですか。で警戒なんですよ。なるほど。そう、警戒なんですよ。なるほどね。殴ってマナから出して、なるほどね。さらにでかいパッティを出していくっていう。なるほどね。はい。なんかワンチャンありそう。ワンチャンありそう。でもそう5、6の話ですよね。でも例えばこれ侵入警報とか入れたらどうですか？なるほどなるほど。侵入警報入れたらクリーチャー唱えるじゃないですか。はい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 。で要はクリーチャーからマナ出してクリーチャー唱えますよね。はいはいはい。でそのクリーチャー置きますよね。はい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 。いけるね。ドローしますよね。はいはいはい。クリーチャー引くんじゃないですか？引けば。もう唱えますよね。はい。引きますよねっていう。なるほど。侵入警報はかなり噛み合いがいいですね。確かに。っていう感じがします。なるほど。例えばです。次いきますか。はい。コグラとイザード。こいつわけわかんねえんだよな。僕これ気になってるんですよ逆に。こいつグルールの1234566 6マナです。6マナ77。この伝説のクリーチャー重てえな。
6マナ77、まあ、2個モードが選べまして、1個は、速攻トラップルです。もういいのかな。で、もう1個は格闘。で、まあ、こう下のもこの捨てるやつは4マーで捨てるのはこれは使わないですよね、さすがに。リッチャーできるみたいなんですけど、はい、リッチャーして墓地にあるカードをライブラリに加え、このカード、加えちゃったら大変なんで大丈夫、僕は捨てて、その後なんで加わらないですって選択ができますから、追放いや墓地からライブラリに領域移動するときに置き換えて唐突した領域に。そうなんですね、そうなんだそうなんだ。だから無駄ではない。そうなんですね、知らなかった。まあでもあんまそういうこの手札に加えること自体があんまないから。手札にこいつをそもそも加えることがどうやってできるんだっていう。まあでもこいつ僕は結構いいと思って好きなんですよ、グルール。なんで6マなんですけど。いや待ってくださいよ。待ってください。これ実は食物連鎖なんじゃないですか。格闘しかできないですよ。いやだからなんか捨てるとか。ダメだな。ダメでした。いやこれドローできるから一応。そうなんですよ。そう。ダメでした。ダメか。はい。で次は行きますかね。はい。で黒草とクノロス。はい。こいつら組み合わせちゃダメだろうっていうツッコミ入れたくなるよね。墓地から出なくなっちゃうじゃんって。これはマルズの3で6マナですね。これまた重いんだ。6マナ66警戒威迫反魂。すごい。すごい。めちゃくちゃすごいなこれスタッツが。これが戦場に出るか攻撃するたびあなたは墓地にあるカードを5枚追加してまで脱出できると。そしたらあなたの墓地にあるクリーチャーカード1枚としてそれを戦場に戻す。はい。地獄の番犬やめたんですかね。これでも神話ってことは、ワンチャンアトラクサみたいな動きがまあね想定されてるって。いやアトラクサとは全然違う。だって墓地から釣るだけだからこいつハンド補充するわけじゃないから。確かに、しかも5枚追放できない限りは何の効果もないから。これは食物連鎖でいや色が合ってない。どうするんですかこれ。いやこいつだからイメージ的にはだからカーリアのスーパー介護官状態なんだけど。なるほどね。一応だからこいつ6万ロで出して殴れば墓地に置いといたハッティ1体は釣り上げられると。墓地を肥やさなきゃいけないと。そう墓地も肥やさなきゃいけないと。カーリアの介護官っていう感じですよね。手札からじゃないし天使悪魔なんだっけデーモンはこうだろうっていう縛りはないっていう。エルトラージするのかな弱えなみたいな。で次は進みましてオムナスになりますね。万物の 5色になったオムナス、万物の座オムナスは5色44で1個ファイレクシアであなたが未消費のマナを失うなら代わりにそのマナは黒になると。だからこれ初代のオムナスの能力が黒になってます。なんかマナ出すと黒マナが残りますよってことですよね。たまり続けます。大丈夫ですか。点数食らないですか。マナバーにならないですか。ミドルスクールとかでやったら食らうかもしれないです。で戦闘フェーズの開始時にあなたはライブで一番上を見る、そのコストが3以上の色マナシンボルがあるならそれを公開してもいい。そしたらその色たるものを望む色で組み合わせで3点で唱えてあなたを手札に加える。だから貯めてって、3マナ払えば、3色以上だったら、手札に加えられると。じゃあ公開しないのは普通に手札に加えられると。これどうなんですか。これどうなんですかこれ。どうやって勝つんですかこれ。これ分かんなかったんですよね俺。よく分かんないんだよねこれ確かに。でもすごい僕が想像したのは、カジュアルな目線で、単純にまず4万出すじゃないですか。溜まっていくと。溜まってってでけえの出すんで。そういうプランになっちゃう。なんなら相手のターンにもこれ未消費のマナ溜まるんで、種子生まれの写真とか置いとけば、すごい勢いでマナが溜まると。でどうするんですって。
破滅の終焉 X イコール10で打つ。でどうするんですっていう。いや、破滅の終焉 X イコール10で打ったら勝てるだろう。あれじゃないですか。弾ける力打つんじゃないですか。弾ける力打つんじゃないですか、ここから。そういうやつね。はい。そんな感じになりそうな気するけどね。はい。で、次いきますかね。伝承師クイーントリウス。はい。なんでしょう。ボロスの5マナで3号警戒。うん。終了ステップの開始にあなたの墓地にあり、クエチャーでも土地でもないカードを1枚対象とする。はい。うん、それを追放する3人のスピリットが生成される。うん、微妙ですね。で、3マナタップで、スピリット1体を探ると、はい。その呪文をマナコストを支払うことなく、唱えれると。唱えれると、はい。なんかパッと唱えたら、意外そのまま追放されるのかと思いきや、ライブラリの下に行くんだよね。不思議な挙動してますよね。これよく分かんなかったんですけど、こいつもよく分かんないんですよ。よく分かんない。置いときましょう。いや、よく分かんないやつはなんか発見される可能性があるんで、怪しいカードです。で次が、ランクルとトープラン。はい。僕気になりました、このカード。こいつね、強そう。ラクドスの5マナの3、4飛行先制速攻。なんでどっから先制攻撃出てきたの？これ先制ね、これでかいですよ、これ。どこからその先制攻撃出てきたんだっていうね。ランクルとトープラン両方ついてねっていう。そうそう。で、戦闘ダメージを与えると、もうモード3つのうち好きな数選べるんですよね。うん、で1個が宝物、各プレイヤー宝物トークン、でもう1個各プレイヤーがクリーチャー1体1件、でランクルでもう1個が、2点プラス、つまりトープラン、トープラン、はい、これとめちゃくちゃ良くて、先制だという。なんで先制なんでね。先制で食らった瞬間にこれ2位上がるというね。そうね。ということに気づきまして。はい、でも待ってください。はい、待ってください。はい、トープランだったらそもそも上がってるから、はい、っていうね。でもこいつ黒入ってる、でもそう黒入ってるんですよ。そう黒で発展の代価サーチできるすごいでしょ、しかもねこれよく見たら速攻なんですね。そうね。ってことはトーブランは4マーで4ターン目に出して次のターン殴るにいけないんです、5マーでこのソーターンこいつ殴りにいけます、全然上位互換だと。確かに何でしたっけ、おぼしと競合するかどうかわかんないですけど、おぼしは殴りにいけないんで、そう考えたらこいつ結構いいんじゃないかって。こいつ結構強いと思うんだけどこいつやろうと思ったんですよねやる候補筆頭です。じゃあそのうち公開されるそのうち公開されるかもしれないですじゃあ次いきますか。はい。次サリアとギドラグの怪物、はい、すごい組み合わせだよね、はい、これ何でしたっけ、これ何でしたっけ、これ白黒緑のことなんていうんですか。アブザンもう知らないっていうね。アブザンもうアブザンって一番使わない言葉、アブザンあなたの各ターン、ごめんなさい、アブザン4の44の先制接種で地上戦にはめっぽ強いと、各ターンに追加で土地を一つプレイしてもよい。それ自体はいい効果だと。はい、対戦相手がコントロールして基本でない土地が、タップ状態で出る、はい、つまりサリアンの効果、はい、攻撃するたび土地を生贄に下げるとカードを引けると。クリーチャーや土地のクリーチャーや土地の地下一つを生贄に下げるとカードを引ける。これもいい効果と。はい、いい効果だけど戦闘のスタッツも高いと。高い、はい、いいカードなのかなって思わなくもないんだけど、はい、これといって特徴もないというよくわからないというそうどうしていいかわからない、どうしようかなっていう、とりあえず多分一番下の効果が肝というオルドフのオルドフじゃねえや、このアブザンの専門家だと言ってらっしゃるティームさんから見ても何をするかわからないと。いやだからアドトルプラスちょっとスタックス要素がついてるから結局デッキ全体で戦う系にはなると思うんだけど、多分最終的にハルクをサクってハルクをサクってコンボするんだと思いますよ、下の効果で。なるほど、そういうことなんですね。そうオープンリーチすぎないですかそれ。いやデッキの中にいるだけだから。そうか、じゃあ次いきますか。はい。もうこいついいですね。はい。ヤーグルとムルタニ。はい。緑黒、はい、
6マナっすかこれ。6マナですよこれ。6マナの6マナですよ。18、6、はい、何ですか18って以上っていうバニラです。バニラですね。はい、こいつどうしますかこいつ。どうするんですかこいつ。いやまあさっきの思いつくのは当然21点狙いますよね。あ、まあ3とかだとってことですよね。まあいや、逃走したダメージ21。あ、逃走したダメージ21。なるほど。はい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 。3上がればね。3上がればいいんだから。なんか装備品でプラスしたら、で、ブロックできなかったらもう、いくでしょ。とりあえずパワー3章のドローは強いんだろうなっていうのは分かるんですけど。それは間違いない。って言ったけど、だからパワー3章ドローをすることになると思います、正直。より良い品物。そうより良い品物、強えっていうね。で、なんだろう、で、黒いやつで、はい、手札捨てると黒マナ1個出すっていうやつあるんだけど、そうなんですね。はいはい。スカージの使い勝手。はいはい。のと合わせると、あれ、掘り切れるじゃんって思ってるんだけど。なるほど、そんなんがあると。こいつドロー用だと思ってます。なるほど、なるほど。はい、で、おそらくプランとしては、こいつ出す、パワー3章ドローする、手札を黒マナに変換する、で、その過程でいっぱいクリーチャー墓地に落ちていくんですよ。はい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 。リビングデスしてウィンします。リビングデスって何でしたっけ？墓地と、盤面、要は入れ替える。すべて釣る。で、多分そこにアーソデルの廃炉商人とか入ってるから。なるほど。っていう感じのデッキになると想像しています。ああ、そうなんですね。はい。いいですね。はい。簡単にデッキ説明できちゃうっていう。次いきますか。はい。ジモンとダイナ。はい。これはスルタイで、はい、3、4で。色は強いですね。色は強いですね。各ターンで2枚目を引く、セカンドドローするたび、対戦相手が1人が2点ルーズで2点ドレインですね。で、タップして、これでないクリーチャーを1対1に捧げるとカード1枚引けると。あなたの手札にある土地カードをタップ状態で出してもいいと。8個以上土地をコントロールしていると、その手順を繰り返す。はい。どういうことですかね。全然分かんなかったです。全然わけわかんないんだけど、ランプしろって書いてあるんだね。もうこいつですよね。ジモーの方ですよね。ランプ。そう。ダイナはドレインする方ですよね。そう。結果ランプしろって書いてあるんだけど、ドレインすることによってランプの時間を稼げって書いてあるんだけど、でどうするんやっていうね。色が強いんで。なんかありそうですけどね。なんかちょっと怪しげですよね。怪しげだけど多分カラマーターだと思うよ。なんかよくわかんないですよね。ランプはしてるからだって。だからもうなんかもう運営も、もう今回見てて思うんですけど、もう放り投げてますよね。ちょっとわかんないやつの方がよくねみたいな雰囲気出させてますよね。次いきますか。はい。ズルゴとオジュタイ。はい。こいつはジェスカイで、5マナで44飛行速攻。このターンにこれが戦場に出たのである限り、これは呪言を持つ。だから出たターンはとりあえず呪言を持ってると。で、1体以上のドラゴンがプレイヤーやバトルのうち戦闘に戦場ダメージを与えるたび、一番上にカードを3枚見ると。そのうち1枚を手札に加えて、残りをライバルのボトム。で、ドラゴンのうち1体を手札に戻してもよい。こいつ出して、殴って、3枚見て、戻してもいい。どういうことだ、どういうことなんだほら、呪文剥がれちゃうからって思ってるのかもしれないし。どういうことなんですかね、これ。ちょっとその下の効果の戻してもいいっていうところを使うかどうかはちょっとよくわからないんですけど。ドラゴン系なんですかね、枠に考えると。ドラゴンストームとかで、ドラゴンいっぱい出すってことですか。一応ドラゴン1体以上がだからこいつが与える必要は別にないんだけど、でもこいつが与えるだろうって言いたくなるよね。そうですよね。思想のドラゴンとか、フィルクラウドとか入りそうですよね。色合ってるしね。場面開けれるしね。噛み合ってます。でもちょっとカジュアルっぽい感じはするけど、ちょっとこれもよくわかんないっていうね。でもワンチャンあると思うよ。色強いし。とりあえずこの感じで多色は終了しました。ちょっと動画が長くなっちゃったんで、尺がねちょっと一回これ切りまして次回は両面と逃走者の
カードをちょっとトークしていくんで、はい。という感じで今回の動画は以上になりますね。はい。おしまい。